まずはせいろで作る朝の和定食を紹介します。鮭と梅の蒸しご飯を下準備します。冷凍している玄米ご飯を解凍。鮭は2切れ用意。酒小さじ2をかける。あれば大葉も1枚用意しておいてください。クッキングシートもしくは耐熱皿を用意。せいろは焦げるのを防ぐために裏側だけ濡らしておきます。玄米ご飯をのせる。大きめの梅干し1/2個分を混ぜ合わせる。鮭をのせたら準備完了。次に茶碗蒸しを作ります。耐熱皿に茶碗蒸しに入れたい食材を入れます。私は今回スライスした椎茸とちくわを入れました。水 150ml、 顆粒和風だし小さじ1/2、みりん小さじ1/2、醤油小さじ1/2、軽く混ぜ合わせて卵を1個、よく混ぜます。卵液をざるでこして具材の入った耐熱皿に入れる。あとは10分蒸すだけ。空いたスペースで副菜を1品作ります。4センチ幅にカットした小松菜をのせる。味付けは蒸してからするので下準備はこれだけ。電気ケトルで沸かしたお湯をフライパンに注ぐ。沸騰したら蒸し板とせいろを乗せて10分蒸します。その間に味噌汁を作ります。今日はわかめと豆腐の味噌汁にします。乾燥わかめ大さじ1、1センチ角にカットした豆腐、顆粒和風だし小さじ1/2、熱湯 150cc、 味噌小さじ1を溶かし入れる。刻みネギを添えて完成。鮭をほぐして千切りした大葉をのせる。白いりごまをかけて完成。蒸した小松菜には鰹節をたっぷり約 5g、 醤油小さじ1/2、混ぜ合わせたら小松菜の鰹節和えの完成。朝から贅沢な和定食の完成です。せいろ蒸しのいいところは全てのメニューが同時に完成するので全部出来たてが楽しめます。せいろレシピ最大のメリットは片付けが楽なこと。軽い汚れの時は濡れた布巾でさっと拭くだけ。汚れが強い時は水で洗ってから日陰で乾燥させてください。洋食が食べたい時の洋定食を紹介します。まずはオートミールを使ったチーズ蒸しパンを作ります。オートミール 30g、 無調整豆乳 50ml、 卵1個、蜂蜜小さじ1、ベーキングパウダー 1.5g、 よく混ぜ合わせます。最後にとろけるチーズ 10g を追加。卵と一緒にせいろにのせる。電気ケトルで沸かしたお湯をフライパンに入れて沸騰させる。せいろをのせてまずは5分蒸します。蒸した卵と人参で副菜を作ります。ピーラーで千切り人参を作る。調味料は最後に和えるのでクッキングシートに包んだら下準備完了。もう1枚クッキングシートを用意して副菜をもう1品作ります。カット冷凍しておいたブロッコリーとミニトマトをのせて5分蒸す。卵の殻を剥いて潰す。
マヨネーズ小さじ 1.5、 粒マスタード小さじ1、胡椒少々。よく混ぜ合わせたら完成。蒸したブロッコリーとミニトマトにはオリーブオイル小さじ1/2、塩コショウ少々。軽く混ぜ合わせます。最後に紹介するのはランチにもぴったりな鶏そば定食です。まずは蒸し鶏を作ります。今回は2段用意。せいろは焦げないように裏側を濡らしておきます。アルミホイルに鶏胸肉を乗せる。塩麹大さじ1、鶏胸肉になじませます。ホイルで包んで蒸し鶏の下準備 OK。フライパンに熱湯をたっぷり入れて、沸騰したら蒸し板、せいろを乗せて5分蒸す。蒸し鶏単体で作るときは15分蒸してください。もう一段でそばとそばだしを作ります。耐熱容器にスライスしたしいたけ、顆粒和風だし小さじ1/2、醤油大さじ 1.5、 みりん大さじ1、水 150ml。 軽く混ぜ合わせます。クッキングシートの上にゆでそばをのせます。空いた隙間で副菜を作ります。小松菜は4センチ幅にカット。人参は適量ピーラーで千切りします。せいろにのせて下準備完了。10分蒸します。蒸した副菜に味付けをします。ごま油小さじ1/2、醤油小さじ1/2、白すりごま小さじ1。よく混ぜ合わせたら完成。ゆでそばは軽くほぐしておいて、鶏胸肉をスライスします。そばの上に乗せて、あれば刻みネギを添える。せいろで調理するときにクッキングシートを敷いて調理すると、せいろ本体はほとんど汚れないので、後片付けがほぼいらないのが最高です。実は今月引っ越しすることになり、2年半過ごしたこのお家とももうすぐお別れです。この窓からの景色に一目惚れして、この物件に引っ越してきて、毎朝この湖を眺められる生活は最高でした。ただ振り返ると少し古い物件なので、特にキッチン周りは工夫が必要で、このお家での生活に落ち着くまで少し時間がかかったなぁと、今この映像を見ながら思い出しています。2年半前とは仕事も生活も状況が少しずつ変わってきて、大切にしたいものも少しずつ変化した結果、引っ越しを決意したのですが、この景色が恋しくなりそうだなと思っています。次の動画以降、新居での動画になると思うので、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。